8月がやってきた。関東では連日の猛暑が続いており、海に近いここ南房総でも東京よりは若干涼しいとはいえ、うだるような暑さの日々が続いている。今年は3年ぶりの海開きらしく、普段は限界集落となっているこの地域でも夏休み中の子どもたちを連れた観光客がちらほら見られる。私たちはといえば、日中はひっそりと室内にこもり、多少涼しい朝と夕方に外を散歩したり買い物に行ったりしている。とにもかくにも暑すぎて動く気になれない。そんな暑い日に食べたくなるのが水キムチだ。キムチといっても辛みはなく、野菜や果物の乳酸発酵を利用して作る発酵料理。暑さで疲れた胃腸にも優しく、暑くて食欲の出ない日でもスルッと食べられる。普通のキムチと違ってつけた翌日には食べられるから、手軽に作れるのも嬉しい。具材は基本的に生で食べられる野菜や果物なら何でも作れる。いろんな野菜を入れても美味しいけど、今日は大量にあったきゅうりを使ってきゅうりの水キムチを作る。まずはきゅうりを輪切り。時間があるときは厚めに切ってもいいけど、明日食べたいから薄めにスライス。きゅうりだけでもいいけど、今日はいろいろな料理にアレンジできるように玉ねぎも追加。本漬けの前に塩水につけて下漬け。 3-4% の食塩水に20分ほどつけて材料の余分な水分を抜く。水分を多く含んでいるきゅうりだが、下漬けで水分を抜いておくことでより浸かりやすくなる。一度沸騰させてアクをすくっておいた濃いめのとぎ汁。このお米のとぎ汁が乳酸菌の餌になって菌を活発に働かせてくれる。米のとぎ汁は米粉や甘酒などでも代用できる。塩と砂糖を加え、必ず粗熱を冷ましてから具材を入れる。ピクルスのように漬け液が熱いまま具材を入れてしまうと、野菜についている乳酸菌が死んでしまうから要注意。30分ほど下漬けしたきゅうりと玉ねぎ。水分が抜けて柔らかくなっていたら、塩気をしっかりと水で洗い流す。流水で洗ってざるで水気を切っておく。風味付けに生姜とニンニクを入れる。昆布や鷹の爪を入れても美味しい。ローリエや八角なんかを入れてピクルス風にしても美味しいかも。今度やってみよう。きゅうりと玉ねぎの水気が切れたら、清潔な保存容器に移す。冷ました漬け汁を保存瓶に満たせば完成だ。室温にもよるが、常温で直射日光の当たらない場所に半日から1日置けば発酵を促せる。うまく発酵すると瓶の中にシュワシュワと細かい気泡が立ち、漬け液や野菜から優しい酸味がする。発酵は自然の力を借りる調理方法。電子調理器のように時間と温度をセットすれば毎回同じ結果になるわけではないのが難しいところ。発酵が進んだら冷蔵庫に入れて保存。味を見ながら1週間程度で食べきる。冷蔵庫に入れている間も発酵は続いているため、毎日味の変化を感じることができるのも面白い。翌日、外から見ても小さな気泡が出ている。乳酸菌が発酵して炭酸ガスを出している証拠。蓋を開けてかき混ぜてみると酸っぱい香りが広がった。作り方は至って簡単だけど、発酵の工程は自然の力に任せるしかないから、いつも完成するまで気が気でない。今日はこの水キムチを使って3品のアレンジレシピを作る。1品目はささみと水キムチのサラダ。脂身が少なく低カロリーなささみは、肉や魚の脂が重たく感じるこの季節、よくリピートする食材だ。
ささみは筋を取って中央に切り込みを入れ、観音開きにする。厚みを均等にすることで火の通りが良くなる。開いたささみに酒を振ってぴったりとラップをしたらレンジで火を入れる。200ワットで5、6分。弱いワットで少しずつ火を入れることでしっとりと美味しく出来上がる。ささみは蒸し汁につけたまま冷ますと水分が逃げずにしっとりと仕上がる。蒸し汁にもいい出汁が出ているから後の料理に使うので取っておく。春雨は 2、3 分茹でて冷水で洗い、ざるにとって水を切っておく。蒸し汁につけながら冷ましておいたささみ。包丁で切るよりも手で裂いた方が美味しい。芯まで火が入っているか確認しながらほぐしていく。水キムチはざるで水気を切っておく。この漬け汁も最後の冷やし茶漬けに使うので取っておく。お酢、醤油、砂糖、ごま油で味付け。ごま油の風味を効かせたナムル風の春雨サラダ。春雨が入ることで喉越しよくつるっと食べられる。そして先ほど取っておいたささみの蒸し汁を加えるのがポイント。ささみなので油が少なく鶏の旨味をたっぷりと含んでいる。春雨、ほぐしたささみ、水キムチを入れてさっと和えたら完成。夏といえば美味しいのがタコ。外国産のものは一年中手に入るが、やっぱり鮮度が良くボイルしたばかりのものが一番美味しい。タコはきゅうりのサイズに合わせて一口大にカット。魚の刺身と違ってタコはギコギコと包丁をスライドさせて表面がデコボコになるように切る。ツルツルとして調味料がつきにくいタコに味が入りやすくするためだ。尻尾や頭の部分も同じ大きさにカット。定番のタコときゅうりの酢の物。今日はきゅうりの水キムチでさらに美味しく。先に三杯酢を合わせておく。三杯酢は和食でよく使われる合わせ酢で、酢、砂糖、醤油を3対2対1で合わせる。割合さえ覚えておけばトマトやもずく、魚の南蛮漬け、酢飯など幅広く使える万能な調味料だ。今回は水キムチから旨味や酸味も出ていて、タコも鮮度がいいから味付けを控えめにして素材の味を味わうため、砂糖の量を少し減らす。砂糖が溶けたらタコと水気を切っておいた水キムチを加えてよく混ぜ、盛り付けの直前まで液に浸して味をなじませておく。実は水キムチで最も栄養があって美味しいのはその液。定番の冷麺も美味しいけど、今日は前日の冷やご飯で冷やし茶漬けにアレンジする。薬味の大葉を千切り、みょうがは半分にして薄切りにする。お茶漬けはトッピングをいろいろ用意するとホテルの朝食バイキングみたいで楽しい。今日は揚げ玉や桜エビ、塩昆布に唐辛子麹を用意。他にもキムチや梅干し、豆腐や鰹節など冷蔵庫にあるものでいろいろアレンジが楽しめる。冷蔵庫で味をなじませておいた酢の物。タコにもしっかりと味が染みているはず。鶏だしと水キムチの旨味を吸った春雨、そこにしっとりとしたささみが絡んでいる。仕上げに白ごまを振って出来上がり。お茶漬けに使うのは昨日の冷やご飯。さっと洗ってでんぷんを洗い流せばよりさっぱりといただける。水キムチ、刻んだ大葉とみょうがをのせて、乳酸菌と野菜のうまみをたっぷりと含んだ漬け汁を注ぐ。最後に刻みのりをのせていただきます。
gonna drop me down. Words for you are nothing but a sound. Don't you see? You don't fool anyone. Your life to me is buried in the ground. Never eat the apple in the garden. Guilt and